ああ立ち上がれないわ。今日もご機嫌なカーライフをお過ごしでしょうか。こんにちは、リコロウです。いやー、やらかしました。マジでへこむ。もうへこんでからへこんだのは僕の気持ちもそうなんですけど、車がへこみました。先週ね、僕納車動画を上げたわけですけど、はい、じゃあね、今後ね、いろんなカスタムだったりとかキャンプしたりとか、そういう意味では僕にとってね、今回納車っていうのは大きなイベントだったわけですけど、まさかね、このジムニー動画2本目で修理をするっていうねどこをやったかというと、ちょっとお見せすると、ここなんですよね。ここ結論を言うとですね、ここはもうすでに自分でね、電動リペアしちゃってるんですよね。ある程度は最初よりはね、全然良くはなってるんですよ。そもそも僕電動リペアなんてやったことないんで、やったところで完璧になんていうね、そういう過度な期待は抱かず、とりあえず目立たないレベルにまで持ってこようということでね、安い Amazon のね、2,3,000円ぐらいのものを買ってやったんですよね。そしたらね、思いのほかちょっとこう目立たなくなったというか、多分普通の人がパッと見てね、ここへこんでんなって気づかないレベルにまで一応ね、修復はしたんですよね。はい、こんな感じでもう治っちゃってる。これだと分かりにくい。分かりにくいぐらいでいいんだけどね。分かりやすいとちょっとさ、こういうの分かりにくい方がいい。だいぶ大きなへこみは取れたと思うんですけど、やっぱりでもね、いわゆるこう細かいところ、この深い小さいね穴が4箇所あったんですよ。さすがにそれ取れないので、引くと全然分かんないというか、よーく見ないと分かんない、光の当たり方でだいぶね、この辺なんか一番目立つよね。でそのデントリペアした時はバカだからカメラ回してなかったんですよね。いいやと思って、ちょっと今日ね追加でというかこんな感じで作業しました的なところをちょっとお見せしようかなと思ってます。頑張りますよ。で一応ちょうど1ヶ月前点検この間出してきて、その時にディーラーさんにちょっとやっちゃったんだよねなんてことを見てもらって、見積もりは出していただいたんですよね。でここは厄介なのがね、いろんな工具が中から入らない場所なんですよね。もうほんと引っ張って叩いてみたいな感じで地道な作業を繰り返していかないといけないんですけど、そもそも電動リペア自体が板金なんでね、熟練の技が必要なわけですよ。こんな素人で簡単に直せるぐらいだったらね、技術者なんていらないわってぐらい、これやってみてね、ほんとめっちゃね、熟練のね技が必要だなってもうね痛感させられたというか、ほんと難しいなっていうので、ただね現状とりあえずこれ直してみて、これでいいかなと、しばらくねまたやらかすかもしれないし、その時についでに直しちゃいみたいな感じ、とりあえずこのままでいこうとは思ってますけど、それでもね気になるようだったらね修理出そうかななんて思ってますけど、ただそのデントリペアは、自分としてもその経験はないので、一度ちょっとやってみたいなっていう好奇心もあり、大きなへこみは目立たなくなったかなっていう、細かいところはねやっぱりねまだまだですけど、ということで今まずこんな感じになったんですけど、そこからまた今日ちょっとやってみてどうなるか。でこれがAmazon で買ったデントリペアツールなんですけど、安いやつね、2,000円ぐらいで売られてるセットなんですけど、こういうのがあるんですよ。で局部、いわゆる修理するポイントにこのグルーガンあるでしょ。グルーガンでちょうどそのへこみに合わせたパーツを使ってグルーガンつける、で貼ってちょっと乾くまで待って、で最終的にこういったもので引っ張るわけですね。バーンって引っ張っちゃう。引っ張ったら全体的にこう浮いてくるので、その浮いたものをこういったものでね叩いて微調整すると。僕は一応ハンマーとこのセット別々で、なんかセットになってるものもあるんですけど、僕は別々で買いました。別々で買った方が安かったんで、あとは冷却スプレーも僕持ってないんで、このアイスの頭を冷やすスプレーっていうのがあって、これで
とりあえず瞬間的に冷やしてみたいな感じでやってます。とりあえずやってみます。でコツっていうか、この脱脂をしっかりやんないとダメなんで、はい、脱脂します。コーティングしてるんでね、しっかり落とさないとダメなんですよね。はい、じゃあ温まってきたんでね、これちょっとつけます。はい、こんな感じでいいでしょうね。これをつけます。今日はここかな、ここだな。ピッ、うん、このいわゆる狙ってるところよりもちょっと広めにこれをつけるんですよね。で引っ張って出てるところを叩いていくっていう感じですね。はい、これで結構時間食っちゃうんでね、冷やすわけですよ。もうね、頭を冷やすスプレー、いやちゃんと冷やすやつ使ってくださいね。まあ、これでも全然冷える、目的は冷やすことなんで、こんな感じでねしっかりと冷やします。効いてんのかよくわかんないけど、いやため息出るわ。これね直してる時めっちゃいわゆるナーバスなマインドでねやるわけですよ。まあ治りゃラッキーとか思いながらもやってんだけど、逆にそのリスクもあるわけでしょ。逆に塗装が剥げたらどうしようとかね、いろんなこう不安を抱えながらやる作業なんで、めっちゃこれはねきついです。はい、精神的にきついですね。まあ今日はこんな感じでやってますってのをお見せするだけなんで、はい、で引っ張りたいと思います。ぐりぐりやっちゃってもいいんだけど、ピーって動いてるの分かるかな、ね、もう一回ちょっと見せますよ。ちょっともうこれでぐりぐり引っ張るじゃないですか。結構もうこれ来てるでしょ。浮いてるっていうか引っ張られてるの分かりますかね。分かんないよね。よし、これ途中まででやめてもいいんだけど、一応引っ張ります。こういう感じ。嫌な音でしょ。もう早速ね貼り付けて、これが取れなきゃいけないの、これごと。だけどこれは取れなくはないので、だからこっちの方も脱脂しないとダメだね。ほらわかりますかね。全体的にちょっともっこりしてきました。だいぶ引っ張られてるね。この板金やってる人はほんとすげえなと思うね、これね。まだほら自分の車だからいいけどさ、人の車をやるんだからすごいよ。でもほんとね、このちょっとした力を加えるだけで思った以上に車のボディってのは、膨らんだりすんだなと思って、そういう意味では僕この間フルデートニングしたじゃないですか。フルデートニングやるときにローラーでねゴリゴリやると思うんですけど、あれあまり力を入れすぎない方がいいと思いますね。マジへこむから、ほどほどにした方がいいなって、これ改めてこれ板金作業やって分かりましたね。こういう地味な作業をずっと延々とやっていくわけですよ。多分映像じゃ分かんないと思うんですけど、だいぶフラットになりましたね。永遠と張って引っ張ってっていうのを繰り返していくわけですよね。そうすると治るっぽいです。ただ僕もこれ地道にやればね治るような気もするんですよね。ちょっと暇な時ちょっとずつやっていこうかなと思ってますけど、
今日の作業終わりました。いやもうね、映像で見るとね、ひでえなと思うかもしれませんが、まあまあ結構弾いてみるとそんな分かんないっちゃ分かるね分かるやんね。まあね、見方によっちゃ全く分かんないんだけど、ちょっとよく見るとんってなっちゃうね。はいね、へこむわ。しばらく忘れてたんでね、ここ見ないようにしてるんですよ普段見ちゃうとへこむんで、はい、まあこんな感じで、はい、電灯リペアしたわけですけど、はい、まあどのみち修理は出す予定なので、まあ、だいぶね最初よりは良くなったのかなということで、まあただ言えることは、まあ、電灯リペアはやるだけ無駄とは言わないけども、まあ、へこみによってはね良くなったりもするんで、特に目立つとこだったらね、まあ、2,3,000円でサクッと全体をこう浮かせるだけでも相当効果はあると思うんですよね。あまり深入りしないような感じで、はい、いつか俺は修理に出すんだっていうスタンスで、ね、臨んだ方がいいんじゃないかなと思います。で、なんでこんなところにへこみができたかというと、ね、大体皆さん想像されるのは開けた時にどっかにぶつかったみたいなね、そういうイメージだと思うんですけど、これ実はね原因はこれなんですよね。はい、これなんだか分かりますかね。クランプ、はい、撮影用のね、クランプなんですけど、まあ、撮影じゃなくてもいろいろ照明とかね使えるんですけど、で僕はなんか分かんないけどね、夜だったんですよね。夜にもうこのクランプね、実は僕すごい気に入ってて10個ぐらい持ってるんですけど、なんか Amazon のセールのたびに買ってる裏ンジのやつなんですけどね、まあ大丈夫だろうと思って夜なんか作業してる時に照明かなんかつけたんですよね。これね2箇所ずらしたのか分かんないけどつけてたんですよね。でこれちょっと見てわかるかな。古いのとね新しいのとあって、このゴムがねボロボロなんですよね。端の方はゴムがないので、本当はここで押さえなきゃいけないのにここで掴んじゃったんですよね、この先で、だからしっかりと跡が残っちゃってる。だから4箇所なんですよね。はい、これが原因でした。立ち上がれないわ。多分撮影だと思うんだよな。なんかここのデッドリングをやってる時に、いつかはっきり覚えてないんですよ。こう上からね俯瞰で撮ったので、それでちょっとその時のやつかなと思うんですけど、その時は全然気づかなかったんですよ。夜だったんでね。後日なんか後ろで作業しようと思った時に、なんだこれは、やらかした、クランプやーんと思って、はい、こうなっちゃいました。ってことで、取り急ぎ、今日のところはね、納車1ヶ月も満たないのにねへこましちゃってメンタルへこんでますっていうような動画でした。はい、今後引き続きね別に僕ジムニー専門 YouTuber とかではないのであれですけど、しばらくはね、2本に1本ぐらいはいろいろね撮ってるんで、ジムニーにまつわる動画をねアップしていこうかなと思ってますんで、はい。ってことでリゴロでした。思い出してしまった。